はこちらのアクセサリー、全部でですね、626g あります。ジャンク山を発掘、実況していきます。色も、それからこの黒くなってるところですとか、模様ですね、形も全部違います。取れました。こんなね、小さな玉なんですが、金の可能性が非常に高いです。どうも、ジャンク鉱山ラボです。今日はこちらのアクセサリーのジャンク山を発掘、実況していきます。では、早速重さを測ります。はい、では全部トレーにね、開けていきたいと思います。はい、今日は何が出てくるのか。こちらとこちら。はい、これで全部です。全部でですね、626g あります。いつもよりちょっとね、少ないようなんですが、でも結構細かいので、発掘しがいあると思います。はい、では発掘スタート。ではまず何が出るかな。じゃあね、まず目はこちら、こんな感じのネックレスです。ですね、黒い玉がついたレーンのネックレスに金色の玉がですね、ついてます。では、ちょっとじっくり見ていきます。はい、想像を示すような刻印はありません。で、黒い玉なんですけれども、こちらもちょっと何なのか、よく出てくるブラック、こんな感じの、留め具の不思議な構造になってまして、よく出てくるクラスプパーツのようなものはついていません。ネジになってて、ねじっと留める感じなんですけれども、黒い玉がこうあって、途中にですね、こんな感じでね、金色の玉がついてます。で、言いますとですね、玉が、この辺かな、ちょっとね、数が足んないなっていうところなんですね。取れちゃったのか、金ももしかしたら消えちゃったのかな。ここね、ちょっと足りないんですよ。で、ちょっとギュッと拡大してみると、金の玉が、ちょっと変形してて、色もですね、綺麗なんですよね。で、もしかしたらですね、私は、これ、金の玉なんじゃないかなと、実は思っています。ちっちゃいんですけれども、あと数もちょっと足んないんですが、ここね、ちょっと潰れちゃってて、変形してるところなんか、中がですね、中空って言って、中が空洞の構造なんですね。なので、かなり薄く作られていて、結構柔らかいというか、弱い感じなんですね。ギュッとやると潰れちゃうような。なのでね、過去の動画で実はこういうちっこい玉が刻印はなかったんですけれども、金だったっていう場合があったんですね。なのでこれももしかしたらそうじゃないかなと思って、見ています。で、ちょっと玉がもう数揃ってないのと糸がちょっと切れちゃってるんで、サンプルを少し取って、今実際金かどうか、見ていこうと思います。はい、ここですね、ここが玉が抜けちゃっているところです。で、サイズなんですけれども、この多分ね、これもちっちゃいんですよ。だいたい2ミリぐらい
さい玉なんですが、これちょっとね切れちゃってて潰れてるところをサンプル1つ取ってみます。はい、取れました。はい、取れました。こんなね小さな玉なんですが、釣り跡はこんな感じで、削った感触も柔らかめでした。はい、ではテスターをつけていきます。テスターをつけて金とか出ない場合は削り跡は消えてしまいます。削り跡消えないですね。見てください。こんな感じで削り跡は消えませんでした。これは金の可能性が非常に高いです。刻印がないんで品位が何金なのかはわからないんですけれども、おそらく金であると。まさに金の玉を発掘いたしました。では次行ってみましょう。はい、一発目から結構調子いいですね。次行ってみます。はい、こんな感じの緑の玉がついた、ネックレスです。触った感じですね。プラスチックとかではない、冷たい、ひんやりした感じが伝わってきます。重さも結構ありますね。では見てみましょう。クラスプパーツはですね、シルバー G っていう銀が取れない方のやつです。で、玉の方なんですけれども、結構汚れがあって見えづらいんですけれども、シルバー G の刻印になりました。玉の方はこんな感じの緑色の、光沢のある玉なんですが、こうやって拡大してみると、ここにね小さい粒々が見られます。これは気泡ですね。作る時に空気が入ったんだと思われます。なのでこれは人工的に作った品物だと思います。ガラスなんかとか、あとは何でしょうね、ちょっとわかんないんですけど、人工石、要は合成石ではなくて人工的な素材ですね。クォーツとかを人工的に合成したのではなくて、普通にガラスとかに色をつけたものだと思われます。はい、こんな感じのお品でした。では次行ってみましょう。次はどれにしようかな。こちらですね、指輪。こんな感じの指輪です。はい、ではこれ見てみましょう。はい、素材を示す刻印はファインスティール、鉄ですね。鉄の、意味だと思います。こんな感じの指輪で、素材を示す刻印はファインスティールって書いてあります。はい、こんな感じの指輪でした。次行ってみましょう。次行ってみましょう。次は何かな、じゃーん。はい、こんな感じのブローチです。ラメ石ですね。タイガーアイっていう石がと思われる石がですね、ついたこんな感じのブローチです。石の模様も結構綺麗なので見ていきましょう。こちらですね、特徴的な繊維状の模様が見られます。これぐーっと拡大すると、はい、こちらですね、この画像だと横にね、斜めに筋が通ったような繊維状の模様
こんなね、大きい石がついたループタイです。こんな感じです。ここになんかシール跡みたいなのがちょっと残ってます。で、これもですね、先ほどのトラミ石の仲間じゃないかなと思われます。こんな感じでね、さっきの模様とは全然違うんですけれども、似たような、でも違うかな。ちょっとトラメではないかな、これは。目のとか、ああいう感じかもしれないですね。最初ここ見たときに、パッと見ね、トラメ石かなと思ったんですけれども、実際こうやって拡大してみますと、先ほどの正常の模様はなくてですね、いろんな重なった層になってます。で、色の方もですね、結構いろんな色がこうついてまして、なんでしょうね、宝石とか、ジャスパーとか、あとメノの、仲間なのかね、ちょっとわかんないんですけれども、こちらですね、こういったお品です。で、一応ですね、Google レンズで撮影して、石の種類が分かればいいなと思っています。AI の代用だと、研磨された石だっていうことは出るんですが、ストレートにジャスパーとかこう石の名前は出てこなかったです。ただ、画像一致でいろんな似た絵の石が出てくるんですけど、そういうのを見ると、ピーターサイトっていうのがたくさん出てきます。検索の方で画像と石の名前はっていう風に指定すると、画像内の石はゴールデンピーターサイトであると考えられます。別の名前はポリクロニジャスパー。やっぱジャスパーの仲間っぽいですね。デザートジャスパーとか、オーシャンジャスパーが出てきます。なので、やっぱりジャスパーの仲間っぽいです。石がですね、独特の渦巻く模様が特徴の天然石です。ピーターサイトはタイガーアイやホークスアイが視覚変動によって砕かれ、石英によって再結晶化して形成された集合体です。って書いてある。パワーストーンの人気な石でもどうやらこういったものはあるようで、では次、こういったなんだっけ、ピーターストーンじゃなくてなんとかジャスパーだっけ、こういったお品物でしたら天然石ですね。ループ体です。次行ってみましょう。次はどれにしようか。じゃあこんな感じの、ペンダントネックレスです。でっかいね、この黒い石がついてます。素材を示すような刻印はありませんでした。こんな感じのですね、黒っぽい半透明のカットされた石がついています。で、これ見た目はスモーキークォーツとか煙水晶って呼ばれる、石に似てるんですけれども、実際スモーキークォーツかどうかはちょっとわかんないですね。でもカットされてて、このカセットのエッジとか見るとスモーキークォーツなんじゃないかなと思われます。周り枠ですね、こんな感じの枠でひっくり返すと裏側はこんな感じになってます。結構綺麗なカットされた石がついています。こんな、ペンダントネックレスでした。多分スモーキークォーツかな。ちょっとごめんなさい、わかんないですけども、次行ってみます。次はじゃーんじゃーん、これもブローチですね。さっきのこのトラメ石のブローチと多分ね、同じような同じ
はい、こっちの方がね、線状の模様がはっきり見えます。はい、そういったブローチでした。次行ってみます。次はどうしようかな。じゃーん。お、キラキラ。はい、こちらです。キラキラです。アメジストですね。紫水晶のクラスターをペンダントトップに加工したお品物のようです。はい、結構綺麗ですね。多分水晶クラスターで合ってると思いますね。こんな感じです。はい。色はこんな感じで、クラスター状にですね、はい、内包物も結構こうやって拡大すると綺麗です。で、裏返すとですね、こんな風になっています。はい、そんな感じのこのキラキラの多分ね、紫水晶のクラスターじゃないかなと思われます。次行ってみましょう。次はじゃあすごいのでした。すごい、これ何でしょう。なんかネックレスですね。青い、薄いですね、板状の石がこうだんだんと、重なっているやつです。あらすいません。こちらですね、はい、この金具ですね、クラスプパーツに925の刻印がありました。なので多分この鎖の方も、銀なんじゃないかなと思われます。で、この石ですね、これが結構特徴的なんですけれども、多分ですね、ターコイズなんじゃないかなと思われます。こんな感じのね、ぎっちり詰まったやつなんですね。で、はい、こうやって拡大して撮影すると、薄いね、板状になってるんですけれども、全部形違いますね。色も、それからこの黒くなってるところですとか、模様ですね、形も全部違います。なので天然由来なんじゃないかなとは思っています。この辺なんかもですね、みんな形違うんですね。はい、そういった青いね、ネックレスなんですけれども、銀がね取れる金具がついているので、こちらのね綿棒の空き箱に入れます。それで後でですね、銀がいくらで売れるのかざっくりね計算して、最後にですね合計金額査定結果を発表したいと思います。では次行ってみましょう。何にしようかな。はい、青い色つながりでこれは何なのかなと思うんですけど、これはちょっとわかんないですね。さっきはねこのポイズに似てるような気はしますが、ちょっとやっぱ模様違いますね。刻印とかはないです。こんな感じのペンダントトップですね。はい、そういった感じのペンダントトップでした。次行ってみましょう。次はこちら。じゃーん。すごいなんかキラキラのやつです。ネックレスですね。こんな感じのかなりこうキラキラが凄まじいです。こんな感じなんですが、これは一体何でしょうか。一応このカットされたですね石がたくさんついてます。で、どうだろうな、どうでしょう、ちょっとわかんないんですけれども、これはですね
ガラスなんじゃないかなと思われます。はい、こんな感じでキラキラなんですが、でも成長線みたいなのがこういう風に拡大してみると見えますね。なんでしょうか。はい、こんな感じで見えます。何かはわかんないんですけどね。結構角が傷になってたり欠けたり、はい、ガラスの気泡のようなものは見つかりません。であと内包物もさっきの何でしたっけ、こちらの水晶っぽいやつの時みたいに内包物が見られるわけではないので、唯一確認できるのがさっきの成長線みたいな、線が見えるというところです。重さも結構あって、こういった多分ね、カットガラスのこういう綺麗なキラキラのネックレスです。はい。では次行ってみましょう。次はじゃーん、この指輪です。指輪がはい、ステンレススティールって書いてあります。はい、これ磁石つくのかな。はい、こちらネオジム磁石です。これは磁石つかないやつですね。磁石つかないタイプです。ちなみにさっきやったこのファインスチールって書いてあったやつは、あれファインスチールって書いてあるんですけど、あれ鉄じゃないんですかね。じゃあステンなのかもしれないですね。ただのスティールで私鉄なのかなと思ったんですけど、磁石つかないんで、これももしかしたらステンレスなのかもしれないです。で、こっちもステンレス。ちょっときついな。きつい。はい、こんな感じの指輪でした。次行ってみます。次はなんか似たようなのがあるので、一緒にこちらじゃーこんな感じのペンダントトップです。はい、素材を示す刻印はこっちはないですね。でもう一つの方もありません。でレリーフ彫ってあって、どうだろうな。はい、こんな感じで、多分ですね、これ、べっ甲の貼り合わせなんじゃないかなと思われます。模様はこんな感じで、過去に出てきたべっ甲製品と、似たような、こういう特徴的な模様を確認できます。で、反対側が、こんな風にね、透明になっているので、貼り合わせて作ったものだと思われます。はい、そういった感じのお品でした。では次行ってみましょう。次はどうにしようかな。じゃーん、また指輪です。これはね、多分目のこう貼っつけた指輪だと思います。こんな感じです。はい、では次行ってみましょう。次は、じゃーん。はい、また指輪。これはどうなんでしょうか。真珠なんでしょうか。白い玉がついてます。残念ながらですね、素材を示す刻印はシルバー G という銀が取れない方の刻印がついてます。ただですね、この白い玉がどうやら真珠のようです。こんな感じで拡大して撮影するとですね、光の加減でこの真珠層ですね、モコモコの感じがですね、こうやって確認できます。なので玉は真珠ですね。真珠で、残念ながら指輪は G シルバーという枠でした。はい、こんな感じです。
では次行ってみましょう。次はこのね、青いの、また青いね玉のネックレスが出てきました。はい、今度はどうなんでしょうか。さっきのねこのターコイズっぽいやつと比べるとだいぶね青が濃い色してますね。さあこれは何でしょうか。素材を示す刻印は一応ですねシルバーの刻印がついてます。ただこの強度上、必要な箇所っていうのはシルバー刻印があってもシルバーでない金が取れない製品もあるので、ちょっとその辺はわかんないです。ただ一応そういう刻印がついた、グラスプパーツです。はい、で玉の方がですね天然由来を思わせるような、模様が確認できます。はい、ご覧ください。こんな感じの青いね玉なんですけれど、綺麗ですね。こうやって見るとそれぞれ一つずつみんなね模様が違います。なので天然由来のものなのかなと思われます。で、何なのかなっていうと、これラピスラズリとかなのかなと思われます。ちょっとね正確には感想を取らないとわかんないんですが、そういったネックレスでした。次行ってみます。次はどこかなこれ。こちらじゃーん。はい。このピンク色のネックレスです。で、このピンクのやつが他にもあって、これはイヤリングです。で、まだあります。これでしょうか。こちらね。じゃーん。これもピンクですね。で、この3点ですね、見ていこうと思います。こちらですね、こんな感じです。はい。で、一つ一つ拡大して、見ていきましょう。まずはネックレスから。こんな感じで、サンゴですね。サンゴの特徴的な模様である木輪構造を確認することができます。で、特にですね、これ、輪切りになっているので、本当にね、木の年輪みたいな構造を確認することができます。なので、これサンゴじゃないかなと思われます。で、他のこのイヤリングの方もおそらくですね、ここね、これも同じような特徴的な構造をしてます。なので、このイヤリングもサンゴなのかなと思われます。で、こちらね、キーホルダーの方も枝のサンゴみたいなのがついてます。はい。ということで、この3点、全部サンゴだと思われるんですが、で、この、なんていうんですかね、クラスプではないんですけれども、こうネジでぐるぐるってやって止まるパーツだったり、あとこのストラップになってたり、イヤリングもこのくるくるくるって回すやつなんですが、素材を示す刻印はないです。で、ところどころこの錆びてたり色が変わってたりっていうのが、この金具のパーツにあります。そういう、桃色のサンゴでした。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、では次行ってみましょう。じゃんじゃん感じの指輪です。で、色はちょっと金色っぽい色をしてるんですが、はい、素材をね示す刻印がないんですけれども、なんかメーカー名みたいなのが、ドットピニング刻印でね入っています。で、重さはそんなに重くないんですけども、軽くないやつですね。で、気になるのは石がね止められていて、結構キラキラした石です。で、ちゃんとね下穴っていうこの貫通した穴が開いてます。なのでこれもしかしたらちっちゃいけどダイヤかもしれないです。こちらですね。
これちょっと拡大が分かりづらいんですけど、ちょっと内包物っぽいものが、確認できます。そしてこの構造上ですね、この下側にねちゃんと光の通り道である下穴がわざわざ開けられていて、この磁石ねはつかないですね。で、表面のこの色とか光沢、それからドットピニング刻印がされている点から、これ多分またステンのリングじゃないかなと思われます。ただこの石がちょっと気になるので、念のためテスターで確認してみようと思います。はい、すいませんでした。こちらですね、ダイヤモンドの簡易テスターです。これで、つけてみます。反応はするんですけれども、経験上ですね、この反応の速度によって、素材が違う場合もあります。なので今のゆっくりの感じだとちょっとダイヤじゃないかなという印象です。で、一応ですね、紫外線を使った蛍光性を見て、蛍光性ありですね。すごいちっちゃいから分かりづらいんですけれども、青白く反応しています。なのでやっぱダイヤなのかな。ちっちゃすぎてあれなんですけれども、汚れてた反応が遅いだけ。ちょっとね、ダイヤの侵入性って言って、油と馴染みやすいんですよね。それで皮脂とかいろんな汚れがついてくっつくともう取れなくなってしまうので、本当は超音波洗浄してよく乾かした方がいいんですけども、軽く掃除をしてもう一度テスターとやってみようと思います。なんかダイヤっぽいんですよね。ちっちゃいんで、このテスターの先端をうまく当てるのもちょっと難しいんですけれども、でもなんか遅いな。なんか遅いですね。こういう感じの指輪でした。ちょっとすいません。詳細はわからない。では次行ってみます。次。じゃーん。こちら。この鳥の、キラキラの鳥の、ブローチですね。これ。では見てみます。はい。鳥の形をしたブローチなんですけれども、素材を示す刻印はありません。で、ちっこいね、石がついてキラキラしています。はい。では、次、行ってみましょう。はい、次どうしようかな。じゃあこれ、黄色。じゃあ、はい、こんな感じの、ちょっと長さ、あれかな、ないかもしれないですね。短い方かもしれない。こんな感じの、はい、騎兵のブレスレットです。素材を示す刻印は、残念ながら、よくある K18GP ってなってます。GP はメッキの刻印です。はい、こんな感じの、騎兵のブレスレットで、一つのチェーンに輪っかに2個かな、ダブルかな、あれトリプルかな、ちょっとわかんないです。で、これがギューッと拡大するとこんな感じで表面結構綺麗なんですね。なのでメッキ製品の中では結構素材はいいかもしれない。で、これ刻印がこうついて、なので、普通のメッキはメッキですね。色の感じは結構いいんですけれども、厚いメッキかなと思ったんですが、そこまで厚いやつではなかったです。普通のメッキです。はい、では次行ってみます。次、どうしようかな。じゃあこちらと、これ、もう一個、あれ、片方しかないのかな。
あった。はい、こんな感じのイヤリングです。はい、ジャーマニーって書いてあります。ドイツ製なんでしょうか。はい、ちょっとなんとなく古いデザインの気もしますが、こういうイヤリングですね。で、刻印が入ってます。こんな感じの、イヤリングで、素材を示す刻印はないんですけれども、見た感じね、真鍮とかだと思われます。で、刻印はアマニってなってるんで、そのままドイツ製なのかなと思われます。他にちょっとわかる刻印とかはなかったです。はい、そういったお品でした。次はじゃあなんだこれ。はい、なんでしょうこれ。こんな変な形のこれもペンダントトップなんだと思います。で、すごい中にねいろんな内包物が入ってるの見えますね。パッと見これもなんか独特なクォーツだと思われます。こんな感じです。なんでしょうねこれね。不思議な、内包物いっぱい入ってますね。ルチルクォーツにちょっと似てるんですけども、入ってる中の針状の結晶はまた違った色をしています。はい、困った時のぐるぐるレンズ、かなり特徴が多いものなので、これも結構、精度が出るかなと思われます。そのまま撮ったら黒曜石とかなんか違うの出ちゃったんですけれども、マクロレンズをつけて拡大して撮ったらルチルで出ますね。ルチルクォーツと呼ばれる天然石のクローズアップです。内包されている黒い針状の結晶はルチル二酸化チタンです。こういう色のルチルもあるんですね。金色のやつは結構ねパワーストーンとかで見かけますけど、これもどうやら正確には分かんないんですけれども、この簡易的にGoogleレンズで拡大した画像でやるとルチルだというふうに出ます。そういった天然石であろうお品物です。はい、次行ってみます。次はじゃあ残りだいぶ少なくなってきました。次行ってください。次はこれもなんか似てるな。これとあとこれです。この辺がそっくりなので、これまとめていってみましょう。こちらこのイヤリングとイヤリングで、この玉が天然石っぽいんですね。多分これローズクォーツだと思われます。で、こっちもねそんな感じなんですけれども、素材を示す刻印はないですね。では拡大をして撮ります。はい、ご覧ください。こんな感じで、よく内包物ね確認できます。で、色がこうなんていうんですかね、優しい、ちょっとクラック入ってます。ここですね、ビシってなってます。で、このなんていうんですかね、優しいピンク色はローズクォーツなのかなと思われます。はい、多分そういう品ということで、では次行ってみましょう。次はじゃあどれにしようかな。こちらじゃあこの紫色の石がついたネックレスです。素
材を示す刻印はありませんでしたで、これもですね、天然石っぽいのがついてます。色も紫で、やっぱりアメジストなのかな。天然石っぽいのがついてます。こちらですね。結構綺麗ですね、この紫色の。こう拡大すると光の加減で幻想的な紫色の光ですね、が見えます。で、金具はもうこんな感じで、6章が出てしまってます。はい。石がこう3つついてて、状態はまあそういうお品物です。では次行ってみます。次は、じゃん、これ。じゃーん、この石が3つついた黒打ちです。素材を示す刻印はありません。結構汚れてますね。汚れてるので、まあ、そんなものお品です。で、石は多分、ガラスっぽいやつですね。はい、こんな感じです。すごい汚れてます。はい、では次行ってみましょう。次は、緑色。緑色の石が1、2、3個あります。この3個を見てみましょう。じゃあ、こういうペンダントトップと、それからこの綺麗な緑色の、イヤリングのセットと、それからこれもペンダントトップです。はい、素材を示すような刻印はありませんでした。ただ、どうしようかな。こんな感じで光の加減で綺麗なね、縞模様が透けて見える石のペンダントです。影とですね、ペノなのかなと思われるペンダントと、それからこの青いキラキラの青いっていうか緑ですね、緑のこういうキラキラ石がついたカットされた、石のイヤリング。それとこれも緑色の石なんですけど、なんだかわかんないペンダントトップ。はい、そういったお品物でした。次行ってみます。次どれにしようかな。はい、じゃあ、これなんかこれにそっくりですね。あれ同じかな。これね、さっきの石がついたステーかなんかのリングなんですけど、このね、この銀色なんですけど、また同じように石がついてます。これも多分同じシリーズなんでしょうか。でもこっちはね、下穴が開いてないタイプですね。石は、あと刻印がないんですけど、さっきと同じね、なんか名前が、メーカー名みたいなのがついてますね。ただ下穴がない。石はでもキラキラしてますね。一応これ見ると、同じように蛍光性反応が出ますので、やっぱさっきと同じで、反応がゆっくりですね。なので、すいません、ちょっとわかんないですね。そういった、リング、指輪です。では、次行ってみます。次。どんどんいきます。じゃあ、青い色か。青い色を見ていきます。これね、イヤリングです。で、見ると、なんでしょうね、ターコイズっぽいんですけれども、違うのかなというか、ちょっとわかんない感じです。こういう、結構重さもあるし、石っぽいっちゃ石っぽいんですけどね、そういったイヤリングでした。では次行きます。次、どうでしょうかな。じゃあこれ。じゃあ、こんなでっかい玉がついたネックレスです。で、この金具の部分はマグネットでこうやってつくタイプです。はい、こんな感じの、ベノっぽいんですよね。こうやって見ると透けてる感じが。そうですね、目のと、あとなんか黒い石がついた、こういうネックレスじゃないかな。ネックレスはネックレスなんですけれども、この玉は目のか
なんという、はっきりしない感じです。はい。こういう玉のネックレスです。次と言います。次。あ、これと、これ、こちらですね。このブローチとペンダントトップが、種類、同じ貝のはめ込んだやつだと思います。とっても綺麗です。はい、貝をこうはめたペンダントトップとブローチですね。色こんな感じの模様綺麗です。はい、そういったお品でした。では次いきます。次。じゃあこのこれもなんだろうな、また青い石ついてます。ペンダントトップですね。ちょっとわかんないです。で、素材を示す刻印がついてるんですけど、G ドットシルバー。はい。で、石の方がこんな模様の石で、一応青い色ついてるんですけれども、どっちかっていうと、さっきのジャスパーっぽい、これもね、なんか天然石っぽいんですけど、何かわかんないやつです。次行ってみましょう。次は、じゃあ、これとこれとこれが同じ種類かな。じゃあ、これね、最初の頃出てきた、トラメ石だと思います。イヤリングと、この、ペンダントのトップです。刻印はついてないです。はい。タイガーアイの特徴である繊維状の模様ですね。こういうギューってなってるやつが確認できます。向きを変えますと、はい、こんな感じで。なので、これもトラメなのかなと思われます。今日天然石系が多いですね。では次行ってみましょう。じゃあこれキラキラのやつ、何かこれは何だろうな、人工的な素材っぽいですね。で金具の方が特に何にも書いてないですね。はい、こんなよくわかんない色が反射で結構変わる感じのこういう人工的な素材のペンダントトップです。はい、そんなお品でした。次行ってみます。次は、なんでこれ石だけあるの？じゃあ次はどうしようかな。じゃあ指輪いってます。指輪、じゃあまた指輪出ました。なんか波模様みたいな、模様がずっとついてて、刻印が、はい、刻印はありませんね。で、重さはなんかまたこのステンレス系かなと思われます。あれ、磁石が動っちゃったかな。ネオジ、ついちゃってましたね。ネオジム磁石をつけると、これは普通につくやつですね。なので、パッと見ステン系のリングでもつくやつとつかないやつがあるんですね。はい、こんな感じの指輪でした。次行きます。次はじゃーん。こんな指輪です。また指輪なんですが、刻印は AG925 っていう刻印です。で AG は銀の元素記号ですね。なのでシルバーの、指輪だと思われます。見た目もシルバーアクセサリーっぽい色ですね。で、傷とかすごい多いので、多分これは普通のシルバーとして、継承、この貼って入れておきます。では次行ってみましょう。じゃあまた指輪。じゃあ今度はこんな感じのなんか石がついてます。また G シルバーって書いてありますね。G シルバー結構多いんですけども、これですね。こんな感じで G シルバーって書いてあります。ただ銀が取れない方のシルバーなので、ついてる石がカットされたこの島の模様がついてる石なんですけど、目のこれでまっすぐなんですよね。すごいこんな目のまっすぐになるんですかね。
それがちょっと気になりますね。ご覧ください。このちっちゃいね、パーツがついたブレースが見えないかな。はい、こういうブレスレットです。で、素材を示す刻印はないんですけれども、こちらですね、こういう、また黒いね、鉄地に、こういうね、薄いこう金を流したような象眼っぽい、構造をしてます。で、タガネの跡とかもあって、結構綺麗ですね。伝統工芸っぽいやつです。はい、そういったブレスレットでした。次行ってみます。ノーコインもだいぶ、おー、これペンダントトップなんですけど、また G シルバーってなってる。ただですね、これ豆っぽいんですよね、ここにくっついてるのが。これ豆かどうかは、やっぱ取ってみないとわかんないんですよね。貼り合わせてる豆パールって結構、ちょっと高いやつあるんですけれども、その人気の豆パールかどうかは、これ、枠から外してみないと、この表面だけ真珠っぽくなってで、下からね、貝かなんかを貼り合わせたやつがあって、過去の動画でも出てきたんですけれども、ちょっと見えないし、わかんないやつですね。で、シルバーだったら、こう枠から外して銀を取って、で、豆パールかどうか確認したり、鑑別取ったりすればいいんですけど、これ G シルバーなんで、わざわざ外す意味も銀が取れないと思うんで、意味ないですしね。壊しちゃえばわかるんですけど、その辺がジレンマなんですが、このままの方がいいのかな。そういうお品物です。こちら、こんな感じの見た目をしてます。で、これも、なんかメモっぽいですね。今度はね、縞模様ちゃんと曲がってます。で、あと、こっちね、なんかクォーツっぽくなってます。あと、なんだろうな、ここですね、これ。ちょっとなんかナチュラル気味な、なんかボカみたいなのがついてます。はい、そんな感じのペンダントトップでした。次行ってみます。次は、なんか K18 って見えるんですけど、かすれて、見えないんですが、その下が多分 G なんだろうな、GF なんかそんな感じのペンダントトップです。イニシャルペンダントトップなんですけど、後ろに刻印があって、ちょっとかすれちゃってるんですよね。で、パッと見ると、K18 に見えるんですけど、ちょっと多分 GF ですね、この後ろについてるのが。それが消えちゃってて、あと、あれですね、この刻印の下側が緑色になってしまってるので、いずれにしても下地は銅とか真鍮なんかの合金だと思われます。経年変化が刻印打った後に起きてる感じですね。そういうお品物です。ではこちらじゃーん。これはイヤリングなんですけれども、はい、七宝焼きです。七宝焼きだけど、刻印とかないんで、銀七宝とかではないっぽいですね。はい、こんな感じです。で、これ、表面にガラス状の釉薬が塗ってあって焼いてあるんですけれども、これ見てください。こうやって、泡がですね、つぶつぶ透明のこれ全部気泡です。なので、やっぱりガラス系のやつってこういう気泡が出やすいんですよね。はい。なので、そういった尻尾焼きのイヤリングでした。次行ってみます。これなんだろう。また指輪出ました。じゃーん。これね、この、印台のちっちゃいやつですね。もしかしたらレディースかもしれないです。小さな印台の形をした指輪です。ただ刻印とかなんもないですね。磁石がつくか、つかない。はい、磁石つきません。硬い感じなんですよね。ステンレスだと思います、これも。多分。
かんないですけど、重さも、金とかそういうずっしりくる感じじゃないんで、多分ステンレスのこの引台の指輪だと思うんですよね。はい、こんな感じの指輪でした。じゃあもう一個指輪、これ指輪はもうこれで最後ですね。これ結構昔っぽいやつですね。古いデザインのリングで、はい、素材を示す刻印はシルバー925でした。はい、こういう感じでティアラっぽくなってる指輪で、結構古い昔のやつですね。こういう横から見るとこんな感じで、立ち上げたような、多分ね、カットの感じからこれはダイヤモンドとかではないと思われます。そういった指輪でした。これシルバーなんで、こちらの、検証用の箱に入れておきます。では、残り少なくなってきました。はい、これ残りこれだけです。で、ジャンル的にも、この辺は全部、大津なのかな。ペンダントトップなんですけれども、すごい大きいですね、こちら。こんな感じの、でっかいペンダントトップです。で、あとこのスクエアカットなのかな。この四角いやつが2個あって、で、あと、もう一つね、カットいっぱいあるやつのペンダントトップがあります。全部で4点ですね。スモーキークォーツっぽいですね。素材を示す刻印はこれシルバーがありました。こっちもシルバーなのかな。はい、シルバーの刻印がありますね。この大きいね、キラキラの石はもしかしたらトパーズとかかもしれません。カットがいっぱい入ってて、キラキラです。で、こっちはね、クォーツっぽいですね。これも SV っていう刻印があります。これもクォーツっぽい石がついてて、あとこれですね、で、これも、クォーツなのかな。今出てきたばっかりなんで結構汚れがあるんですけれども、こんな感じで、スモーキークォーツみたいなでっかいね、石がついてました。素材を示す刻印がシルバーでね、はい、シルバーの刻印がありました。で、こっちですね、このカットがいっぱいある方は、結構ね、このカットの、そのカセットのエッジがさっきのより鋭いので、トパーズとかかもしれません。で、裏側もこんな感じで、汚れはあるんですけれども、洗浄すれば綺麗になりそうです。これと、で、この四角いのが、SV の刻印になりました。この最後の1個はとても綺麗です。で、この銀が取れそうなやつはこっちの箱に1、2、3個入れます。で、これはね、刻印なかったので、このまま置いておきます。あとこれ、なんだこのハート、オープンハートみたいなの。はい。ハートの、チャームというか、チェーンとしてペンダントトップにもできるやつですね。で、刻印がですね、お決まりの K18GP でした。はい、そんな、お品物でした。で、これなんかわかんないけど、ルースの状態で1個入ってました。アメジストっぽい、こんな感じのルース、カットされたルースです。で、これも、なんだろうな、戦場の、内包物らしきものが見られます。あと、成長線なのかな、白い線とか見る。で、こういうですね、紫色のカットされた石のルースで、こんな感じで、結構ね、綺麗で。はい、そういったルースでした。で、次というかもう最後ですね。すごいごっついやつです。このチェーンの騎兵の、
はい、こういうごついブレスレットです。これは色はなんか素材を示す刻印はないですね。で、なんとなくちょっとわかんないんですけど、素材はチタンっぽいのかな。見た目のごつさに比べてそんな重さないんですよね。で、磁性はない、磁石つかないです。で、素材を示す刻印はないですね。なので、こういうタイプで考えられるのはステンレス、あとゲルマンみたいなのついてますね。磁石ゲルマがついて、このなんかゲルマのところにも磁石つかない、ちょっとよくわかんないですね。で、あとこのバックルのところにちっちゃい石が4つついてます。はい、こういった感じの騎兵のブレスレットです。素材を示す刻印はありませんでした。で、このバックルのところにね、石が4つついてます。で、あとひっくり返すと、このなんかお決まりの健康ブレスレットみたいな黒いのがついてます。ついてる石はちっちゃいんですけども、石がついてます。で、一応綺麗なのでテスターをもう一回確認して、でテスターを使って石を検査すると、まっすぐねストーンってきたんで、これダイヤモンドの可能性が非常に高いです。テスターで、出てるので、多分ダイヤが埋め込まれてるっぽいですね。こういった感じのブレスレットでした。じゃあ、で、これで全部かなと思って、あれなんかですね、ここに1個落ちてますね、かけらが。なんでしょうね、これ。なんか取れちゃったんですね。剥がれたような跡があります。なんかの部品だ。これ何かわかんないんですけど、これ、もしかしたら、もし金だったら、あれなので、ちょっとこれも検査して最後なので、はい。では、こちら、とっても小さいんですけれども、検査していきます。試金石と、あと、こちらですね、少し切り込みを、硬い。いやー、ちょっと硬いですね。では、挟んで直接、削ってみます。こんな感じで。はい、かなり削りました。硬さはそんな、今切れなかったんですけれども、削った感触がいい感じでしたね。で、この、削り跡ですね。削り跡もこんな感じで綺麗です。では、テスターをつけてみます。ご覧ください。これね、ここなんですけれども、今削り跡消えませんでした。こんな感じで綺麗にね乗ってまして、で削り跡全然消えません。はい、取れました。ではこれで発掘の方は全て完了なんですけれども、最後にですね査定結果を出すにあたって、この金でないものと素材を分離してですね、正確な重さを出そうと思います。まずはこのようにほどいていきます。で、この金色の玉はおそらく全部ですね、金ではないかなと思われます。こちら全部ですね、ばらして取って玉だけを回収してですね、重さを測って査定結果を出します。このちっこい黒い玉があれなので、手で引
拾い集めてですね、金を頼む。取りづらいですね。で、集めてですね、一粒、一体いくらになるんでしょうか。金は高いですからね、こんな小さなね、玉もバカにできません。なので、必死にですね、この一粒一粒を拾い集めてですね、で重さを少しでもたくさん取れればいいなと思っているんですが、結構大変ですね、これ集めると。いっぱいあります。何個あるんでしょうか。ちっちゃいんでね、1個あたりの重さがもうすごい軽くて、おそらくですね、0. 何グラムとかそんなもんだと思うんですよね。でも1日に集めればですね、1グラムぐらいたまるかもしれないんで、1グラムあれば18金だったら1万、どうだろうな、7000円ぐらいいくのかな。これで全部、あともう1個と。これで、全部集めることができました。この玉はね、こっちに行ってもらって、で、重さを正確に出さない。あとですね、シルバーと思われるもの、こちらも正確な、重さを出していきたいところです。スクラップの状態にできました。では、重さを測って、最終的な査定結果をね、出していきます。査定結果、発表。金と思われるものですね。こちら刻印ないんですけれども、一応、暫定的に概算で計18ということで、計算してみます。全部で、これだけ集めたんですけど、一体何グラムになるのか。10個目だ。惜しい。1グラムいかなかったですね。18金が1グラムあたり17,100円。15,732円です。シルバーですね。シルバー全部で、14.2 グラムです。銀の方ですね、シルバー925、1グラムあたり250円です。この玉はね、こっちに行って合計で19,284円です。今回の発掘によって得た成果物がこちらになります。金とか銀とかは入ってないんですけれども、アクセサリーとしてヤフオクの方に出品して、こういったものがいくらになるのかっていうのを出品してやってみたりしてます。もしね、気になる方はチャンネルの概要欄にですね、リンクを貼っていますので、もしよかったら覗いてみてください。今後もこんな感じの動画を投稿していきます。もしよかったと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ジャンク鉱山ラボがゲームになりました。概要欄にリンクを貼ってますので、気になる方はどうぞ覗いてみてください。